ちは、川口の健です。サンプルシューズ2足が仕上がりました。この茶色のセミブログと黒のオーステリティブログ、同時並行で作ってました。制作動画をちょこちょこ撮ってアップしてたので、概要欄のリンクからぜひご覧ください。今日はこの靴完成したので、どんな靴に仕上がったのか、それぞれ紹介していきたいと思います。今回サンプルシューズということで、左足だけ作りました。サンプルシューズというのは、私が作った靴はこんな靴ですみたいな、そういう見本ですね。特にこのデザインで定番化させてみたいな、そういうことは別に特別考えてるわけじゃないんですが、こんな感じで、見本と、あと今までの自分の靴作り技術の確認ということで、何足かサンプルシューズを作ってます。このセミブローブはアッパーにはアノネイのボックスカーフ使ってます。つま先にはメダリオンと各所穴飾りを入れてますね。かかとは継ぎ目のないシームレスヒールになってます。デザイン的には特徴という特徴はないですね。この靴はすごくシンプルでクラシックな靴ということで目指したので、特に個性的な点はないですね。なんですが、クラシックでスタンダードなデザインなので、木型のフォルムだったりとか、こういったね、底付けのフォルムだったりとか、結構映える靴になったかなと思います。つま先はラウンドトーです。こういうのアーモンドトーっていうのかな。少し長めのスマートめな丸いつま先です。こんな感じですね。この茶色の革の質感すごく良くて、なんとなくヴィンテージ感もあるというか、色合い、透明感、光沢感がとてもいいですね。穴飾りプラス革の切断面は少し細かめに銀ピングしています。ギザギザにカットしてますね。結構ドレッシーな靴なので、それに合わせて細かめの銀ピングをしました。底付けはシングル L とシングルソールですね。ウエストはベベルドウエスト仕様になってます。で、特に今回はベベルドウエスト、銀付きベベルドウエストをやりました。ベベルドウエストというのはウエスト部分のソールをアッパーに密着させるんですが、それをね、銀面をちょっと巻き込むようにして、このつるっと感を強調しました。この靴ウエストは丸く盛り上げてまして、そこからアッパーまでつながるように丸く収まってます。ソール面はウエストのみ茶色の半カラス仕上げです。実際に使う靴だとここに三日月型にゴム入れるんですが、今回サンプルということでオールレザーヒールになってます。今回出し縫いのピッチは12番です。一目2ミリぐらいの間隔で手縫いをしています。という感じですごくスタンダードなので、これといった特徴はないんですが、スタンダードのデザインストレートに作るっていうのはあんまりやってこなかったので、今回はあえて完全にスタンダードでクラシックなデザインを作ってみました。で、このシューツリーも自作ですが、このシューツリーを作る動画はまた別に上げてますので、よかったらそちらもチェックしてください。こちら黒のオーステリティブログです。このデザイン穴飾りのないフルブログということで、ブラインドブログとか日本で呼んだりするんですが、イギリスの方ではオーステリティブログと呼ぶらしいです。オーステリティというのは緊縮財政とかってね出るんですが、その通り穴飾りを減らして手間を減らしたみたいな、そういう意味合いがあるようです。戦時中に靴を作る時に手間を減らすために穴飾りを開けなかったみたいな、そういうところからオーステリティという名前がついてるというのを聞いたことがあります。で、その通り穴飾りがありません。なんですが全然オーステリティじゃないですね。穴飾りの代わりにこういったステッチでちょっと遊びをかけてるんで、結局穴飾りとそうそう手間はね変わらなかったなというね感じです音楽記号のクレッシェンドデクレッシェンドみたいに大きくなったり小さくなったりというね、このステッチライン上で抑揚のついたラインを取ってあります。これは普通にダブルステッチをやるのとはちょっと手間が違いまして、ダブルステッチっていうのはミシンで縫ったところを見ながら、その1ミリぐらい外側をまたミシンで縫うんですけど、この大きくなったり小さくなったりっていうのはメキンだとちょっと難しいとできないので、これはデザインラインを正確に検討してから型紙でこのステッチラインは作ってあります。モダンな印象もどこかありつつも、ちょっとアール・ヌーボー的な曲線を多用したデザインにしてみました。つま先はチゼルトーですね。つま先先端にかけて鋭くエッジが立ってカーブしてますね。今回かなりこのエッジは意識して作ったので、黒い革ということもあってすごくこのエッジに鋭く光が反射しますね。
かかとはおなじみの継ぎ目のないシームレスヒールになっています。少し変わってるのはこのバンプ部分もちょっとこう W の形になってますね。ウィングチップとこうするようにこういう曲線を描いてます。それと同じようにこのかかとの部分にも尖った部分を持ってきてこういう曲線を描くようにしてあります。底付けは先ほどと同じくシングル L とシングルソール、ベベルドウエストですね。ですがこの靴はフィドルバック、ウエスト部分の中央に頂点を持ってくるデザインにしました。ウエスト部分を三角形に盛り上げて中央部分が少し尖った形状になっています。それに合わせてウエストとヒールが黒でフロントが茶色という半ガラス仕上げにしてあります。ヒールには真鍮の飾り釘を打ち込んであります。そしてつま先には特製の真鍮プレートをつけてあります。出し縫いのピッチはセミブローグよりもさらに細かく14番、だいたい一目 1.8 から9ミリぐらいの間隔で縫ってあります。ちょっと細かくて実用には不向きなんですが、デザイン的には細かい方がよりドレッシーでエレガントな見た目になっていきます。ということでこの2足のサンプル靴が仕上がりました。このサンプルシューズはまたどこかでね、展示会など開催した時には展示したいなと思ってます。それとこの後にも、イノシシのサンプルももうすでに仕上がってますので、こちらもぜひ完成の動画をご覧ください。それとですね、もう一個サンプルちょっと作りたいなと、またそれも動画にしてアップします。結構このサンプル作りっていうのは実物の見本ができるっていうのもいいんですけど、木型の形状とか、あと各所ディティールの技術の精度アップとか、やり方の見直しとか、いろんなことが結構このサンプルシューズをやったことで自分の中でアップデートされてきてる感じがして、自分の技術的にもすごく価値のあった制作だったなと思います。また定期的にサンプルシューズちょっとね、ちょこちょこ作って増やしていけたら技術の確認にもなるし、昔のサンプルシューズと今のサンプルシューズを見比べるとちょっと違いが分かったりとか面白そうなので、定期的にやっていきたいと思います。今回はたくさん写真撮っちゃったので、最後はその写真で終わりにしたいと思います。ということで本日の革靴の件でした。